today's title is Change Your Thinking Pattern. Here we go. Hi, hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic, Thinking of 間違った。ごめんなさい。よろしくお願いします。はい。今日は、日本語で言うと思考を変えなさいっていうことなんですけど、思考を変えるってそれ聞いてどんな風に思いました？変えれんのってそんな感じ？例えば思考を変えなさい？まあ変えれるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。普段こう思考していることってあんまりこう、モニタリングしてない人が多いと思うんですけど、自分の思考を自分でってことだよね。そう分析とかもしてないけど、ちょっと客観的に見るとなんか、わーなんかゴミだらけとかなんか例えば、思考をね変えるにはまず自分の思考を知る必要があるよね。そう知らないと、なんだろうな、それが当然みたいなぐらいにしか思わないですよね。そうですね。例えば、今日も、セッションだったんだけど、人間の思考って本当に面白くて、事実じゃないことをなんていうのかな、思考によってどんどん、ドラマ化させていくっていう力があるんですよね。でこれはもちろんイマジネーションの力でもあるので、なりたい側のイマジネーションとして使うこともできるんだけど、でも例えば、じゃあ例えばご飯を作りました。なんかしょっぱすぎてまずかったってなるとするじゃん。そしたら事実はご飯を作ったけどしょっぱすぎたっていうのは事実なんだけど、なんかそれがさ、相手が食べた時になんかさちょっとしょっぱいんだけどとか、ちょっと味濃すぎないって言われて、でこっち側の思考っていうのはどうなるかっていうと、ごめんしょっぱすぎたねっていうだけで終わる場合もあれば、私がこんなに頑張ってるのになんかあなたは私のこのなんか努力を認めてくれないとかさ、もしくは私のなんか料理センスがないんじゃないかとか、なんか私責められてるみたいな風に思ったりすることもできますよね。で基本的にしょっぱかったのはただ塩を多く入れすぎただけで、それ以上でもそれ以下でもないんだよね。でもその人の思考がなんかこう自分はこんなに頑張ってるのにとか、そういうのがベースにあるとやっぱり否定されたような気分になったり、認められなかったとか、こう自分が悪かったんじゃないかみたいなところまで思考がどんどんね、塩を入れすぎたっていう事実以上の思考を作り出すってことがあるってことです。そうですね。そうだから思考に気をつけるっていうのは、何かあった時にどのように捉えるかは自分のその根底にあるその思考ベースに基づいて、なんかそこに事実をどんどん乗っけていくっていうのが、私たちのなんかやり方なんですよね。だからじゃあ事実は事実として置いといて、そこにどういう捉え方をしていくと自分が一番望んでいる嬉しい思考の仕方なのかなっていうことを考えることが、思考を変えるってことになります。じゃあ大元のところを変えたら、その捉え方も変わってくるっていうような
イメージですか？そうです。うんうん、だから事実と自分の思考は違うよねってことがまず分かることが大事。うん。うん。そう。だから自分で自分のことをどのように思ってるってよく私は聞くんだけど、うんうん。うん。そうすると、いや自分はなんか勢いはいいんですけど、すぐ飽きちゃってとかさ、うん。すぐ挫折しちゃうんですよねとか、で、こうでもないし、ああでもないしみたいな感じでうんやっぱ自分のイメージを、やっぱそのように言ってる人っていうのは、やっぱり人にいろいろ言われてることが全部そのようにしか聞こえなくなってきちゃうんだよね。うんうん。うん。だからアドバイスも、あの、私のことやっぱりダメだと思ってるんだっていうふうに聞こえちゃうし。はいはい。うん。うん。だからそういう自分で自分をどのように思ってるかっていうことをベースに他の人から言われたことを全部そこベースで考えちゃうから、だからこのケースの場合、人の褒め言葉もそのように捉えるし、アドバイスもそのように捉えるし、みたいな。うん。うん。なので、セルフイメージを書き換えるっていう言い方が、まあ、シンプルで簡単なんだけど、まあ、セルフイメージを書き換えるのって、なんていうの、そう思ってない、そう思わないようにするっていう風なだけじゃ変わらないんだよね。うん。うん。自分は、じゃあ、長続きしないって思ってたけど、自分は長続きする人だ、みたいな風に、うんうんうん。急に変えるってことはできないんだよね。うん。なので、その、順番的には、自分は長続きしない人だよねっていうふうに、まず自分で受け入れて、うん。で、じゃあなんで長続きしないんだろうねって言って自分で聞いて、うん。いや、だってこうこうこうでこうこうこうでみたいな。うん。その、長続きしないって自分で出来上がっちゃってるイメージを、もうちょっと掘り下げていくと、本当は長続きできる要素は自分の中にあるのに、なんか中途半端でそこの部分をそれ以上掘り下げない場合は、もう勝手にその自分は長続きしない、すぐ飽きちゃうっていうところで、あの固まってるっていうか、出来上がった状態になってるってことです。うん。うん。だから、自分が長続きしないって思ってる、それはなんでみたいなことを紐解いていってあげると、自然にその勝手に思い込んでる自分のセルフイメージを、変えるってことは、初めてそれでできるようになるってことかな。なんで長続きしないってうん。いう、うん。セルフイメージが出来上がったかを紐解いていくということ？そうそうそう。だから、なんで長続きしないって自分のことを自分で思ってるのかってことをうんうん掘り下うん。げていく。うん。ああ、あ、そそうすると、れ、なんか出来うん。事がありますよね。なんかあの時に、親あ、だったりそうです。誰かに、そあなたはう。う何やん。っても長続きしないからねって言ったのを真に受けうん。てずっと信じうん。ているとか。あ、そう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 。そうん。う。うん。とか、えーっと、なんか、ある人は、看護学校かなんかの勉強を、するのに、うん。途中で挫折して辞めちゃったとかさ。はい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 。うん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 。だから、もうそこのイメージがもう染み込んじゃってて、うんうん。挫折した自分がもう、だからずっと私は、長続きしない人なんだって決めつけてるってことです。うんうん。うん。でもそれはその時そうだっただけだよね。うそうん。ですね。そう。事実は、看護学校に通って頑張ってたけど、途中で挫折しましたっていうのは事実なんだけど、うん。それがイコール、私は長続きしないっていうところに、全部をそれをまとめちゃうってことは事実ではないってことなんですよね。うん。うん。だからそういうのがね、いっぱいあるってこと。一度失敗したら、もうこれは絶対ずっと失敗するんだって思い込んでたりとか。うん。うん。あと恋愛はよくあるパターンだけど、自分は男運がない。いつも恋愛うまくいかないから、これからもずっとそうなんだとかさ。うんうんうん。うんうん。だからそうやって、自分を固定
化させる思考が出来上がってきちゃうと、やっぱりもうその状態から出れなくなっちゃうから、だから結果的には同じことを繰り返すってことになっちゃうんですよ。だからその時の恋愛はうまくいかなかったけど、別に次もうまくいかないっていうわけじゃないのに、自分はもうそういう人だからみたいな風に決めちゃうと、そういう思考なので、やっぱり恋愛はうまくいかない人っていう風になっちゃう。で、そっから抜け出すのは、自分が恋愛はうまくいかないんだって思ってる自分のこの考えのどっから始まったのかってことを考えるのね。そうすると、あの時のあれで、ひどい振られ方をしたとかさ。っていうことまでずっと紐解いていきながら、あまりそこを向き合うのはあんま好きじゃないかもしれないんだけど、こっから私は自分はもう恋愛がうまくいかない体質なんだって決めてるけど、それは本当にそうなのかなとか、どんどん自分で紐解いていくと、うまくいかなかったからこれから先もずっとうまくいかないんだって自分で決めてるんだってことに気づくってことなんです。なので今の自分の思考っていうのは自然にやっちゃってることだから、なんかどういう思考でどのように常に人の言われたこととか出来事に、自分の思考がどういうパターンで働いてるのかをちょっとやっぱり客観的に分析、自分と深く自分の言葉とか自分の思考に気をつけていくってことがこの思考を変えていく、始まりかなっていう感じはします。で、これからもその思考を選び続けたいのか、選び続けたくないのかっていう選択ができるってことも知っといてほしいです。そうですね。ね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.